おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画はソロ戦のジョータロウだよ。まとめて相手してやるぞ。トップ層の桁違いの勝利数により勝率トップがもはや恒例となっているジョータロウ。前回のシーズンでは他のキャラのトップに約2から7倍ほど差をつけソロペアともに勝率トップとなった。そして今シーズンの前半でも高い戦績を維持している。一時期はブロッキングが通用しない通常技を持つキャラが多い環境でジョータロウはやや戦績を落としたりもしていたが、ここ数シーズンにおいては比較的相性のいい新マップや後半戦で有利が取れる新キャラの実装が続いている。アバッキオに対しては相手のアルティメットの有無に関わらず正面から有利が取れるし、ジョセフに対してはエリアの広い打ちは苦戦するが逃げ場のなくなる後半戦ならばねじ伏せることができる。さて開幕は思ったほどチップが確保できずにレベル3。今のうちに他のプレイヤーに仕掛けてチップを奪取したいところだ。そこの建物に潜んでいるのはハイディオ様だな。真正面から仕掛けても逃げられてしまうので途中で気配を消して奇襲を狙おう。しかし当然相手もいきなり足音を消したこちらを警戒するだろう。死ねーかかったきな。おら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 。相手はこちらの動きを掴んでいたようだが近接戦闘になった時に見失ったようだな。そして強所での戦闘は壁に攻撃を吸われないよう照準と位置取りの調整が重要だ。さて序盤はノーマルとハイのディオ様を倒してレベルマックス。先に十分戦った分あとは勝負どころまで体力の温存に努めよう。道中確認できた残りのキャラは別のノーマルディオ様と奥安。そして向こうの建物にいるのがポルナレフだな。勝負どころの前に奥安の空間削りやポルナレフの献身で狙われぬよう立ち位置には注意しよう。奥安がポルナレフに空間削りを使って殴り合いになったな。どちらが脱落してくれてもこちらにとってはかなり美味しいのでこのまま生還といこう。どちらも倒れずに残ったか。しかしダメージは軽くないはずなのでこちらの有利には働いただろう。次のエリアは大通りか。死ぬしかないな。だいぶ減ったな。奥安が忍び寄ってきていたディオ様にやられたようだ。これで残るはディオ様とポルナレフのみ。ここで警戒しておくべきはディオ様のワークからの奇襲とポルナレフのアルティメットだ。ここで一つ疑問が浮かぶがポルナレフはアルティメットを解放できているかどうかだ。時と目を使えば片方に対して有利が取れるが、もう片方を野放しにすると一騎打ちで競り負ける。だがここで一つこの睨み合いで突破口を開けるいい手がある。俺が裁く。俺はこのままおめおめと逃げ出すことはしねえからな。見せてやろう。なんだと我がスタープラチナ。俺が時を止めた。時は動き始めた。しくじっちまった。俺はやると言ったらやる男だぜ。二人がこちらから目を離した一瞬の隙に時を止め、ディオ様から順に叩いて勝利。あの状況下でアルティメットを使う素振りを見せないポルナレフは持っていないと判断し、自分狙いでないと判断していたディオ様を先に叩いた。単にポルナレフが反応しそびれた可能性もあるが、その後ディオ様を残せば負けるので最も勝率の高い選択肢を選びそれが実を結んだ。それでは次の対戦行ってみよう。新キャラのジョセフに対しジョータロウのブロッキングはダメージこそ防げるがノックバック効果を受ける。そのため他の超リーチキャラを相手にする時よりも距離を詰めるのが難しい。加えてジョセフは攻撃の発生が早いためガードの隙間を狙っていきやすい。ブロッキングを過信してエリアが広いうちに無理やり接近しようとしても、距離を詰められないどころか余計な消耗につながる。以上のことから奇襲や相手を逃げ場のない地形に追い詰めた時以外でジョセフにむやみに仕掛けるのはやめた方が無難。焦って倒しに行かずともエリアが狭くなればジョセフの逃げ場が減るし、一騎打ちになってもブロッキングで攻撃をしのぎつつパワーでねじ伏せられる。その点ではガード無効の攻撃を持たないキャラへの対処法と同様。ただ最近の対戦環境ではジョセフの使用率も落ち着き、従来のキャラや今シーズンに強化されたキャラが増えている。特にアルティメットの起爆速度が強化されたキラは要注意である程度近くに発射された場合、接触前に時を止めたとしても爆発が間に合ってしまう。他にもシーズン後半に強化されたジョリーン、アナスイ、アブブルなんかも見かける機会が増えており、
それらのキャラたちもブロッキングを無効化する攻撃スキルもしくはアルティメットを持っている。そういったキャラたちの多いマッチングでは必然丈太郎のような後半に強いキャラはヘイトが高くなる。そのためジョセフが多かったシーズン前半よりも現在の方が丈太郎にとっては慎重な立ち回りが必要。周りのキャラ次第では早々に目立った行動をするのは控え、体力の温存やこちらの正体がバレないように努めるべきだろう。さて投資などで確認できたキャラはフーゴ、リゾット、ポルナレフ、六部丈太郎かな。先ほどからフーゴがこちらを狙っているがここはダメージを受けないことを第一に行動しよう。特にまだリゾットが残っているためウイルスを食らったところにメタリカをぶち込まれる即死コンボは食らいたくない。エリアの縮小が進んで隠れられる建物も減ってきた。やれやれだ。ぶっちぎるぜ。もうちょい静かにしやがれ、ポルナレフ。すでにレベル5で2秒時が止められるので焦って敵を倒しに行く必要はない。とにかくここは守りを固めることを優先しよう。とりあえず近くに透明のリゾットが潜んでいる様子はない。現状安全そうなのはポルナレフが潜んでいた建物だな。この辺りは終盤のエリアでもあるので、ここを中心に陣取って近づいてくるものへ牽制していこう。おっと向こうから六太郎が飛び出してきた。ここは先に存在をアピールして不意の遭遇戦になることを防止しよう。後ろからポルナレフが狙ってきていたが六太郎はこちらを見て下がっていったので問題ない。スタープラチナザ・ワールド。よしいいぞ、外で乱戦になって時止めも使い出した。誰がやられて誰がダメージを受けたのかが分かりづらいが消耗していることは間違いないだろう。外に残っているのはポルナレフと六太郎。時止めで攻撃されて身を隠したのが多分フーゴだな。おそらく六太郎もダメージは軽くない。一番警戒するべきはポルナレフだろう。あと一人でも人数が減れば他のプレイヤーたちはアルティメットの使用を躊躇しなくなるのでその前に勝負をかけたい。おっとここもそろそろ限界だな。全員ぶちのめす。スタープラチナ。悪いが決めさせてもらうぜ。時は動き始めた。蹴りをつけるぜ。かかってきやがれ。殺人ウイルスだ。やかましい。失敗か。やれやれ、こいつマジで危ねえやつ。時止めでポルナレフを倒しつつ六太郎の背後を取って倒し、残ったフーゴとの殴り合いを制して勝利。体力は結構残しておいたはずだがさすがに連戦とウイルスでは消耗が激しい。しかし早めに仕掛けたことで完全に他の二人の不意をつき、消耗していたフーゴとの一騎打ちに持ち込むことができた。それではご視聴ありがとうございました。